今回は未使用オーバードウェポンについて解説するよ。オーバードウェポンといえば作中で登場した変態兵器のことですね。既存のオーバードウェポンは以前解説したからよかったら見てね。ではクセモノ揃いの未使用オーバードウェポンを見ていきましょう。まずはグラインダー。おお、グラインドブレードの5000度ですね。見た目が違いすぎて共通点は敵を粉砕することくらいしかないよ。モーションで言えば、エネルギー供給のためにサワンをパージしてコアに直接接続するのは一緒。左側のごついのが気になります。排気用の極太マフラーなのかな。騒音低減とかクリーンな排ガスを目指したのかもしれない。よくわからないけどかっこいいからまあいいでしょう。刃の部分はチェーンソーじゃなく丸の小型。6箇所 ×2 の12枚刃だね。掘削ドリルがモチーフなんでしょうか。ACV の世界では製造できなさそうな精巧な作り。よく見ると刃の回転が上下で違うんですね。敵を絶対に切断するという意志を感じます。歩行時のモーションはリズミカルな動きで少し可愛い。かわいい。じゃあ早速使ってみよう。背中から凶器がにじみ出てる。グラブレと同じくサワンパージから不明なユニットを接続。グラインドブレードとモデル入れ替えただけだけどほとんど違和感ない。これをグラインドブレードの DLC スキンみたいな感じで出してほしかった。パーツにウェザリングとかデカールが施された DLC がありましたけど、がっつり見た目変わるのも欲しかったですね。似たような感じでグラインドブレードの配置初期案のようなやつもあったよ。肩から吊るのではなく、前に出す構想もあったんですね。電子砲みたいでかっこいいかもです。採用されなかった理由がわからないくらい、つける位置が違うだけでこんなに印象が変わるものなんだね。背面から見ると少し寂しいからとかでしょうか。AC はシリーズ通して背面の見た目を重視してるようですし。神の味噌汁。もしかしたらタンク、4脚とかの背の低い脚部用だったのかも。お次は三連レールガン。またまたヤバいのが出てきました。右肩には折りたたまれた方針魔三門。左肩には発電用原子炉搭載。あらやだ便利。これを積んだ AC とはいろんな意味で戦いたくないですね。被弾上等な AC にこんなものを積もうなんて常人にはできない発想。世界は汚染され尽くしてるのでちょっとぐらいやろの精神かもしれません。なんとこの原子炉変形機構も備わっていて、発動時に冷却のため丸い蓋の部分がすり上がってヒートシンクが出てくるよ。そういうとこ含めてヒュージキャノンに似てますね。あっちはあっちで核弾頭をぶっ放すし本当にろくでもない。原子炉の上に刺さってるのは制御棒。確かこれを出し入れして核分裂を制御するんだよね。レールガンの方は砲身と放熱ユニットのシンプルな構成です。3点バーストの効果力と引き換えに射撃の反動が大きくて、まっすぐ飛ばない設定だったみたい。ヒュージキャノンでもオーバースペックなのにそれ以上となると、全てを焼き尽くしちゃいますね。弾道がブレるのなら誤射も許されるかもしれない。これなら主任のお手伝いもはかどっちゃいます。俺も入れてくれないか。何をする気だ。ちょっとお手伝いよね。これが主任砲になってた可能性もあるかも。実装されてたら三連砂手みたいになってたのかな。対応型兵器に引っ張りだこになりそうです。これ以上大型兵器をいじめてはいけない。そういえばすでにパイル、オーバードウェポンでボコボコにされてました。次はヤマト。急に和名が来ましたね。オーバードウェポンの中でも異彩を放つ一品。右側にミサイルコンテナ6つ。左側に7つの砲塔を持ってるよ。歩く火薬庫といった感じ。起動時は武装を全方位に向けて一斉発射するみたい。それじゃフレンドリーファイアマッタなしのおバカ武器みたいじゃないですか。これはおバカ武器でしょ。とはいえ特攻兵器と考えると面白いコンセプトかも。特攻はマルチプルパルスだけで十分です。ミサイルコンテナは前後開く上に回転までするから、文字通り360度対応可能だよ。こんなもの用意して一体何と戦うつもりだったんでしょう。敵に囲まれた時の切り札とかに良さそう。ヘンテコ兵器かと思ったらディティールはかっこいいですね。砲塔の部分が最高だよね。とりあえず強そうなの積みました感は最高に好き。もはや自立してるのが不思議なレベルです。メタルウルフカオスみたいな世界観を感じる。あっちも全部キー一斉操作できましたしオマージュなのかもしれません。ではお待ちかねモーションの確認。ひたすらごつい。不明なユニットが接続されます。システムに深刻な障害が発生しています。使用を停止してください。
ごめんなさい。特に何が出るわけでもないです。キョロキョロするミサイルコンテナくんが可愛かったですね。全方位攻撃ならさすがに火力は控えめだったんでしょうか。似た武器がないだけに、どんな性能の武器になっていたか想像もつかないよ。最後は S マイン。多分跳躍試合のことかな。ほうほう。大量の機雷を情報に射出。時期の周囲にばらまいて爆発する武器だったみたい。自分も無事では済まなさそうですが大丈夫なんでしょうか。自爆を前提としたオーバードウェポンとかだったら最高に面白いね。随分と手の込んだ自殺です。箱型になっている部分が機雷のコンテナ。両肩の円筒の部分がジェネレータだったみたい。一体どれだけ飛ばすつもりだったんでしょうか。恐ろしい。ビジュアル的にも楽しいオーバードウェポンなだけに使えなかったのが残念です。戦場が賑やかになること間違いなし。続いてモーション。障害が発生しています。システムに深刻な障害が発生しています。直ちに使用を停止してください。システムに深刻な障害が発生しています。折りたたまれる姿がなんともシュール。一応自爆しないように機雷射出後は毎回折りたたまれる予定だったみたい。折りたたむだけで無事で済むのか疑問です。ひょっとするとシールドの役割もあったのかも。あと最後に謎の兵器。うまく読み込めなかっただけかもだけどミサイルコンテナのように見える。18問すべてからラージミサイルが出るとかだったら面白いですね。ただミサイル系オーバードウェポンが多いだけに別の何かのような気もします。今回はここまで。何度も言うけどここまで作り込まれてるのに使われなかったなんて。ゲーム性とか世界観にこだわった結果なんでしょうけど、あまりにも惜しいです。ナイトレインの異世界転生アルトリウスみたいにいつか出るのを願うばかり。それではご視聴ありがとうございました。
行し